こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。オープニングの映像は、養蜂場の南側の草原をドローンを使って高度100メートルから捉えたものでした。さて、時は4月末、前回の動画と撮影した日は同じです。フキノトウと川柳の開花の時期は終わりましたが、代わってタンポポの黄色が勢いを増しています。朝の気温は3度にまで下がりましたが、日中は17度にまで上がりました。前回の動画では女王蜂の羽を切る作業についてお伝えしたところです。これは分蜂を未然に防ぐための作業でした。それに対して今回のお話の内容は蜂群の合同についてです。風の音が入って申し訳ありません。撮影した日は風のとても強い日でした。これから行おうとしている具体的な作業は、この箱の中から巣板を2枚だけ選んで箱から抜き出し、その後で別の群の箱のところに持って行って、その別の箱の中にそれら2枚を収めることです。要するに、この箱から別の箱への2枚の巣板の移動です。そして、移す巣板には、働き蜂がびっしりとついていますから、巣板の移動は同時に働き蜂の別の巣箱への引っ越しです。引っ越しの巣板2枚を選び出しました。引っ越しの巣板を選ぶときに注意しなくてはいけない点は、そこに女王蜂がいないことをしっかりと確認することです。女王蜂は元の巣に残しておかなくてはいけません。また、大台があったら全て潰します。選び出した巣板を空箱の中に一旦仮置きしておきます。元の巣箱から巣板を2枚抜きましたから、その代わりに空の巣板を2枚入れておきます。ところで、どうしてこのように巣板をある巣箱から別の巣箱に移し替えようとしているのでしょうか。それは女王蜂の産卵能力に差があるからです。女王蜂が旺盛に産卵して働き蜂の数がどんどんと増えている分から、女王蜂が年老いているために働き蜂の数があまり増えていない群に働き蜂を移し替えようとしているのです。この群では働き蜂の増え方が急速で、2枚分の働き蜂を抜いてもなお巣箱を2段重ねにすることを検討してもいいくらいです。それでは異なる蜂の群を合同させることの難しさは一体どういった点にあるのでしょうか。それは、蜂の群はそれぞれが固有の匂いを持っていて、蜂たちは自分の群と他の群とを区別しているからです。ミツバチの嗅覚は人間並みに鋭いと言われています。別々の群の個体がお互いを区別している以上、合同した2つの群が互いを認め合って仲良くやることだってもしかしたらあるかもしれません。が、反対に喧嘩をすることだってあるでしょう。ですから、群を合同するときには争いが始まらないようにしなくてはいけません。ところで、30秒前から場面は切り替わっていて、こちらは2枚の巣板を受け入れる側です。年齢2歳の年老いた女王蜂の産卵が進んでおらず、蜂がついている巣板の数は3枚しかありません。巣門の前に入れる群の蜂を巣板から振り落とします。蜂たちを自主的に新しい巣箱の中に入っていかせようとしているのです。なお、巣門の前には巣板から落ちてくる蜂を受け止め、さらに彼女たちの歩みを巣門に向けて誘導することができるような機材を段ボールで作って置いています。この機材については、はちみつ農園ポコトスカーナさんの動画から学ばせていただきました。ポコトスカーナさんはこれをマーガーバーボードと呼んでおられます。概要欄にその動画のリンクを貼っておきますから参考にしてください。
ただし、ホコトスカーナさんはプラダンを材料にして作っておられますが、この経営では紙の段ボールが材料です。段ボールだとふにゃふにゃしているので、割り箸とかまぼこの板を使って補強しています。あり合わせのものを使って低投入で効果を上げようとしているのです。なお、春先の着々と蜜が集まっている今というのは、合同した軍同士がいがみ合わずに仲良くしやすい時期です。さて、巣門の前に落とされた蜂ですが、どんどんと自ら巣箱の中に入っていっているようです。今の場合、合同した2つの軍の大きさが同程度であるというのも、合同がスムーズにいっている要因の一つです。ただ、近くによってよく見ると、新しい巣を簡単には受け入れていない蜂たちも中にはいるようです。尻尾の方を上げて羽を盛んに震わせている蜂たちがいます。これは無王騒ぎといって、こうやって彼女たちは以前の女王蜂を呼び寄せようとしているのです。尻尾の方にあるナサの付箋からフェロモンを放出し、それを羽を激しく震わせながら発散させています。働き蜂たちはいなくなった女王蜂に向かって集合フェロモンの道しるべを送っているのです。ただ、このように無王騒ぎをやっているということは、同時に彼女たちが女王蜂を欲しているということでもあります。この点から彼女たちが古巣への未練を断ち切って別の女王蜂がいる新しい巣へと合流してゆく可能性が開けてきます。実際、羽の扇風機でフェロモンを飛ばしていた蜂たちも遅かれ早かれそれをやめて続々と巣箱の中へと巣門から入ってゆきます。なお、養蜂家はこういった蜂たちの動きと同時並行で巣箱の中に盛んに煙を吹きかけています。それは蜂たちに蜜を吸い込ませて穏やかな気持ちにさせるためです。また、煙で蜂たちの感覚を鈍らせて群の違いを識別する能力を失わせる意味合いもあります。なお、古参の外勤蜂はこうした騒ぎからは離れて元の巣箱に戻っているのだと思います。ただ、飛んでいる多くの蜂たちの動きの中からこのことを確認することは簡単ではありません。はい。最初に蜂を巣門の前に振り落としてから10分が経ったところです。尻尾を上げて羽を震わせ、昔の女王蜂を恋しがる働き蜂の数がだいぶ減ってきました。ここまで10分足らずの短い時間しか経っていないというのに、彼女たちの新しい環境への適応の素早さには目を見張るものがあります。そもそも巣門の前にいる蜂の数が減っています。また、巣箱の中ではこれといった混乱は起こってはいません。2つの軍の合同は平和的に行われているようです。結局、今回の軍の合同はうまくいったということなのですが、ここでうまくいった理由、逆にこういう場合には合同は難しそうだという点をまとめておきたいと思います。まず、今回のように合同する軍の大きさがほぼ同格の場合には軍の合同は容易であるようです。それに対して軍の大きさが非常に異なる場合には合同は難しくなるようです。次に、今回の合同は蜜が順調に集まっている時期に行われました。しかし、蜜が順調に集まっていない時期には合同は難しくなるようです。3つ目に、今回は女王蜂が交尾を終えた群への合同でした。反対に女王蜂が交尾を終えてない群への合同は難しいようです。4つ目に、合同を行う時刻もその成否に影響するようで、夕刻少し前のまだ明るい蜂の野外活動が終わろうとしている時間帯がいいようです。ただし、今回の合同は午前中に行っています。
流密機の合同は実施する時刻にかかわらず成功する確率が高いようです。結局、これが一番重要なポイントで、蜂たちが着実に蜜を集めている時期に合同を行うのが成功の秘訣ということになるようです。3時間経ったところですが、もはや通常の巣門の状態に戻っています。また、巣箱の外に死体が大量に運び出されるといった形の巣箱の中で戦いが行われていることを示す兆候もありません。蓋を開けて巣箱の中の様子を直接に覗き込んで確かめたいという誘惑に駆られますが、ここはそれをぐっと我慢します。暴動を行った後の 2,3 日間は蓋を開けるなど蜂を刺激して平静を乱しかねないようなことはなるべく避けた方がいいからです。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録、高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう。さようなら。